はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日はハイアットセントリック金沢さんをご紹介します。で、ハイアットセントリック金沢さんには、私は実は来るのは3度目か4度目なんですが、最初に来た時に YouTube 用の動画撮ったんですけど、帰ってみたらデータが破損していて再生できないということがありまして、はい、ということで YouTube に上げれてなかったので、改めて来るタイミングが今回あったので、まだ上げてなかったので動画撮りました。で、前回の時もなんか金沢来る時は次の日の午前中に用事があって来てるので、朝食もね食べずに出なくてはいけないので朝食とかのお話ができないのが申し訳ないんですけど、まあホテルの雰囲気とかお部屋の中の様子とかちょっと感じたねホスピタリティとか、何回か来た時にバーとかは利用してるのでね、そういう話はできるかなと思いますので、お部屋の紹介の後もしよかったらねちょっと付き合っていただけたらと思います。では早速お部屋までの様子とお部屋の中の様子とってありますのでご覧ください。
ではお部屋ご紹介したいと思います。まず定例の順番ですね。お部屋の場所ですが、エレベーターホールがこちらで、こんな感じ。こちらです。上が、どっちだ？西側かな。で、下が東側かな。なので、駅方面、こっちが富山方面かな。はい感じでいきます。で、入るとすぐ左手側にお手洗いあります。こんな感じ。マックタイプではないかな。はい、こんな感じです。清潔感あって良いですよね。はい、もうだいぶ時間経ってると思うんですけど、まだまだ新しい雰囲気だなっていう感じは来てしましたね。はい、こんな形です。で、入るともうベッドルームスペースというか、ベッドルームというかお部屋ですね。全体がわかる。こんな感じの一番シンプルなお部屋だと思います。そんなにね長期滞在でもないので、こんな感じのお部屋にしてます。はい。で、右側にクローゼットスペースですね。コートとかねかけるところはこちらにあるので2つはかけれます。はい。で、こんな感じ、ハンガーあり、バスローブもあります。バスローブは結構柔らかめで、軽さもね重すぎなくていいです。私は重たすぎるバスローブはバスローブで汗かいてしまうんで、これちょうどいい感じかなと思います。はい。で、私の荷物がちょっとまだ置いてあって申し訳ないですけど、はい。ちなみにこのどうでもいい話なんですけど、化粧品を買った時かなにもらったこのディオールのポーチ、デニム生地みたいな感じでかわいい。はい。いや、どうでもいいですね。で、左側が、パジャマですね。パジャマはズボンのタイプです。はい。ポンポンしちゃった。で、左こっちは、はい、ランドリーサービスとかの表とかブラシとか入ってます。よいしょ。右側なんか入ってるのかな。金庫でした。右側金庫からで、下にスリッパもあります。はい、こんな感じで、今気づいたけどここにコンセントある。これは掃除機とか用かな。はい。で、ミニバースペースこちらです。アイスペールが上にあり、エスプレッソのコーヒーのやつあり、お水はボトル缶ですね。で、ケトル後ろにありますよ。こんな感じ。いいホテルって感じですよね。このサラサラ系の生地じゃないなんて言うんですか、表面、私は結構好きで、紅茶は TWG のカモミールとなると、これイングリッシュブレックファーストとかかな。イングリッシュブレックファーストあります。イングリッシュブレックファーストがツルツルじゃない。はい。ちょっとわかんないですね。はい。で、下冷蔵庫かな。冷蔵庫は空の状態です。はい。で、お部屋全体こんな感じです。ちょっと先にこっち行きましょうか。はい。テレビ大きいですよね。結構広く感じますけど、ちょっと後ほどねご紹介しますが、水回りがねこんな感じでコンパクトになってるので、東京のねセントリックさんもシンプルなお部屋はね、シンプルっていうか一番、お値打ちって言っていいのか分からないですけど、ボトムの部屋この辺にねテーブルみたいのがあって、こんな感じの間取りかなと思いますが、なんで、サイトとか公式サイトとか予約サイトで見る平ベースよりもベッドスペースのね広さは広く感じるんじゃないかなと思います。結構贅沢な広さ感じますね。今カメラの映像背面で見えてるんですけど、目視した感じもほぼこの印象じゃないかなと思います。はい。で、ちょっとこっちは鏡に私映っちゃうんで、こっちでいこうかな。はい。ベッド脇に、カーテンとかね自動です。で、USB と通常のコンセントあります。基本的にはこちらでボタン操作です。で、Bluetooth のオーディオもあります。スピーカーですね。で、下はホテルのね説明とか簡単なメモ帳、これなんだろう、メモかな、紙飛行機作れるよとかじゃないですよね多分。はい、こんな感じです。はい。で、眺望はどうなんでしょう。こっちは多分、東側が見えてるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと北東
寄りなのかな。駅が見える方がビューとしてはいいのかな。ちょっとよくわかんないですね。はい、こんな感じです。今日は10階のお部屋だったかな。はい、そんな感じ。お部屋全体こちらから見るとこんな感じです。はい、この辺ちょっとパソコンを開けるにはね奥行きがないんで、作業するならこっちかな。はい、で、水回り行ってみたいと思います。このねパターンでいくといい感じに私が映りすぎない。いいですね。はい、で、洗面台一気のタイプで結構かっこいい感じかな。はい、スタイリッシュって感じしますかね。なんか久しぶりだなこの子。はい、アメニティはこのブランドです。私結構好きです。何が好きってデザインが鉢がねいて可愛いからです。使い心地とかはちょっとよく覚えてないですね正直。で、続いてこちら、ドライヤーですね。なんでドライヤー出てこなかったんだろう。ドライヤーはノビーのドライヤーです。はい、で、これはなんだ、化粧水とかかな。 DHC って書いてあるんで、クレンジングとかフェイシャルクリームとか書いてありますね。はい、こんな感じで女性も嬉しい感じかな。あとはもろもろあります。歯ブラシとかですね。で、下にタオルとアイロンかながあります。で、お風呂はこんな感じ。十分ですよね。前はね、なんだ、小分けって言っていいのかな、なんて言ったら、アメニティがね持ち帰っていいよって言っていいのか分かんないですけど、小さいの3つありましたけど、大きくね、これはもう時代といいますか流れですね。エコってことで、はい。あとはお風呂もね清潔感あってかっこよくて十分ね広さもあるので、浴槽の広さもね十分じゃないですかね。はい、という感じです。なんか今日語彙がひどい感じがする。いいか。はい、ということでお部屋はこんな感じです。いかがですかね。かっこよくて広さも十分あってライフスタイルホテルの最上級って感じですか。いい感じじゃないかなと思います。いい感じ。なんか言語というか語彙なくて申し訳ないです。はい、いいですね。こんな日もあるっていうことで。はい、ではこの後少しホテルのご紹介したいと思いますので、もしよかったら引き続き後半もよろしくお願いします。では失礼します。はい、よろしくお願いします。今日はこちらルームキーこんな感じのケースに入っております。ハイアットセントリックの金沢さんをご紹介したいと思います。はい、日本国内だとハイアットセントリックさんは東京の銀座とこちらの2つですよね。はい、2つかなと思います。で、コンセプトとしては、ちょっと高級なライフスタイルホテルみたいな感じですかね。おしゃれでかっこいい感じで、そこにちょっと高級感もね足したような感じですかね。私の印象はアンダーズさんから始まるねラインの中にあるかなっていう感じがしてます。ハイアットプレイスかな、プレイス、ハイアットセントリック、アンダーズがちょっとねカジュアルでおしゃれなのにだんだんね上に行くに従って高級感が増していくみたいな印象を私は持ってますけど、ハイアットグループの方が全く違うと思われるかもしれませんし、他のね方々が何言ってんだこいつってなってるかもしれないですけど、私の印象はそんな感じですね。なのでフルホスピタリティの超ラグジュアリーっていうラインっていうよりはちょっとねなんだろう、気軽にと言いますか、人とのね距離感がいい感じで取られてる感じでカジュアル寄りなところもあるのかなっていう感じがしますので、そういうコンセプトのホテルだっていう前提でいろいろお話できたらなと思います。はい、でちょっと話取れましたが、まず立地ですね。立地は石川県金沢市の、金沢駅のねもうロータリーの中にあるみたいな感じの立地なので、電車新幹線かなで来る方も来やすいと思いますし、金沢市内観光するにもいい立地じゃないかなと思いますので、車で来る方も来やすいかなと思います。はい、で、駐車場は一応公式にはこちらのねホテルの駐車場はないので近くのパーキングに停めてくださいっていう感じですけど、パーキングの価格としては、1日1500円から2000円っていう価格帯かなと思いますので、東京のねホテルに泊まられている方は許容範囲の駐車場料金じゃないかなと思います。東京よりはね安いんじゃないかなと思いますので、
はい、そんな形の駐車場代金ですね。はい、で、ホテルの印象なんですけど、まあコンセプトにね合っていていいんじゃないかなと思うんですけど、私個人のちょっと気になるところは、これコンセプト上しょうがないんですけど、レセプションのスペースがそのホテルの、ね、スタッフの方が、悪く言うと隠れる場所がないので、こうなんだろう、スタッフ同士の打ち合わせとか事務的なやり取りとかが結構リアルタイムにずっと見えてる状態なので、ちょっとそのやり取りの最中に、明らかにホテルのスタッフ同士がいろいろな打ち合わせをしてて、お客さんが結構前を動くというか出入りするんですけど、なんかこうなんでしょうね、こう言い方悪いんですけど、そこにねこう挨拶とかする感じもなくて流れてる感じが、気になるといえば気になるですね。私としてはそれでもお客さんが通るときはちょっと止めるべきなんじゃないかなとか思ったりするんですけど、ホテルのコンセプト的にありなのか、私が気にしすぎてるのかわかんないんですけど、私はちょっとそこがね気になって、セントリックさんのこうレイアウトとかそのデザイン的な動線的にしょうがないなとは思うんですけど、あまりにもそこにこうなんだろうな、警戒感が薄いかなって感じがちょっと今日はしましたかね。なんか今までそんなに気になってなかったんで、ちょっとその辺のなんだろう、方針とかがいいってなってるのか分かんないですけどね私個人としてはちょっとだけねそういうとこが気になりました。でちょっと YouTube 上げてるとこう気になったことをね言ってくれるのは結構助かるって話もあったので、私は気にせず話そうかなと思います。でそれだけです。であとはホテルの雰囲気も好きですし、開業が2020年、ちょっと変な言い方になって申し訳ないですけど、2020年の8月だったかなくらいだったと思うので、思いっきりコロナ禍の中こうオープンしたホテルなんですけど、5年経ってるんですけど、5年経った感情全く受けないこう綺麗さというか新しさを感じるので、まだまだ新しいホテルだなっていう印象が私はね来て毎回しますね。なのでなんだろう、デザインがこう経年でね劣化を感じにくいとかもあると思いますし、もちろんね清掃面とかがしっかりされてるのかなっていうところは思いますけど、はい、なので、来てちょっと時間経ったなっていうのはあまりに感じないホテルかなと思いますので、新しいホテルに行く気持ちで来れるっていうのもいいかなって思いますよね。清潔感とかを考えると新しさを感じるのはね、なんだろう、加点要素というかプラスアルファな感じもしますのでいいんじゃないかなと思います。はい、であとはレストランとホテルじゃない、バーにね私はよく夜は行くので、バーの様子撮ったのあったかな、あったら写真載せてます。バーの雰囲気とかです。で私は一人で来てるのでカウンターでちょっとねお酒を飲んだりするんですけど、カウンターの方のね対応とかはやはりねいいホテルだなっていう感じがしていい対応していただいておりますので、ホテルの方々の雰囲気はいいと思います。若いスタッフの方も多くてエネルギーも感じますし、そこにジェントルさとか丁寧に接客しようっていう感じも伝わってくるので、基本的にねこうホスピタリティで不満を感じることはないですし、いいホテルだなって感じはします。はい、ホテルのスタッフの方々のエネルギーとか動きの活発さといいますかね、そういうのを感じるホテルなのでいいかなと思います。なのでちょっとゆえにねこう入り口のレセプション周辺のそういう別に遊んでるわけじゃないんで、なんだろう、遊んでるとか寝てるとかそういう話ではなくて、仕事をしっかりされてることなんで、悪いってことでもないんですけど、一応レセプションなのでちょっと入り口にね常に目が向いてる人がもうちょっとねいてもいいんじゃないかなっていうのだけ、ちょっと今日はねそこがあえて気になるところを今探したら、そこがちょっと気になったかなっていう感じです。はい、で、食事なんですけど、レストランでホテルで食べるのもいいと思うんですけど、横にハイアットハウスさんですか、なのでちょっと、長期滞在向けというかキッチンがあるようなお部屋があるようなコンセプトのハイアットハウスさんがハイアットセントリックさんの横のビルに入ってるんですけど、その低層階ですか、1234階ぐらいがご飯食べるところがたくさんあるので、お寿司屋さんとか美味しい天ぷらとか、うなぎとかもありましたけど、なので食事はねもしかしたらホテルで1食でもう1食ぐらいは、そちらにねちょっとご飯食べに行ってもいいのかなって気がします。はい、なので私は割と
昼食はホテルの外の横の建物で食べて、夕食とかはホテルで食べるってことがここに来る時が多いんですけど、そんな感じに過ごしておりますので、ちょっとねブラブラ歩くにもいいところかなと思います。金沢にね観光に来る方は、金沢市内に結構ね観光地があって、美術館があったりとか兼六園とかがあったりとかするので、ここで歩くにはねいい場所じゃないかなと思います。はい、ということで私は金沢に来るときはもう基本どっちかに泊まってます。ハイアットセントリックさんかハイアットハウスさんか、気分と価格とか見ながら決めてるので、はい、いいんじゃないかなと思います。コンセプトがねそんな遠からずっていう感じなんですよね。なのでシンプルに価格で決めてもいいんじゃないかなと思いますけど、ハイアットハウスさんの方がより家族向けとかライトな感じは言ったら受けますかね。ハイアットセントリックさんの方がホテルに来てるっていう感じはやっぱりしますので、ラグジュアリーホテルが好きな方とかは、セントリックの方がもしかしたら向いてるかもしれないなと思いますけど、ご家族で来てねちょっとワイワイしたいとか、お友達と来て、ご飯とかも部屋でしたりとか、カジュアルにってなるともしかしたらハイアットハウスさんの方がハマる時もあるかと思いますので、ちょっとね、サイトのお部屋の様子とか見たり、その気分とかね変えるのもいいんじゃないかなと思います。はい、で、地方なので価格がそんなにね高くないので、東京のハイアットセントリックさんはもう価格をそのまま言ってもね時価と言いますか変わってるので何とも言えないんですけど、5万円を切ってるようなことはそうそう最近はないなって感じがしてるんですけど、こちらの、ハイアットセントリックさんは1万円台中盤とか後半から2万円台中盤ぐらいで泊まれる日がほとんどじゃないかなと思いますので、このホテルでねこのお部屋の広さでこの接客でこの価格は結構すごいんじゃないかなって私個人としてはね思うので、そういうところも来やすいホテルかなって思います。なので最近は東京でねラグジュアリーホテルたくさん泊まってた方々もちょっと価格的に躊躇してるっていう方も多いと思うので、ちょっと他のね地方都市に観光がてら行って、最近はホテルたくさんできてますので、そういうところ行くのもいいんじゃないかなって私個人としては思いますかね。はい、ということで、ちょっとホテルの具体的なものとかっていうよりは私の個人的なこのホテルへの印象が強くなってますが、はい、なんで結論から言いまして気になるところあえて探しに行きましたけど、私基本的に金沢来るときはこちらのホテルを利用してるので基本好きですね。はい、なのでいいホテルです。はい、ということでね、あえてそこフォーカスしたんで印象がよくなく映ってるかもしれないですけど、あえて探してっていう感じでなので今回だけねそれを感じたので、たまたまねタイミングだった疑惑もあります。はい、ということでまたね皆さん来てがっかりするようなホテルではないと思いますので、金沢に来るときは最初にね見てもらっていいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はこちらハイアットセントリックの金沢さんをご紹介しました。ぜひ、来てください。はい、ということで今日はこんな感じで終わると思います。ありがとうございます。失礼します。